こんにちは。アバター作成室の室長です。今回は初めてのビデオなんですが、Vroid というソフトを使って月のみとちゃんという2時3時の VTuber の女の子を作ってみたので、その作り方を紹介したいと思います。Vroid は簡単にアバターが作れるソフトなので、もしアバターを作りたいなとか VTuber やってみたいけどどんな風にアバターを作ったらいいかわからないという方はぜひ試してみてください。それでは Vroid Studio というソフトをインストールして、そこから新規アバターを制作していきます。新規アバターは今回は月のみとちゃんを作るので、女の人のアバターを使用します。この動画は髪の作り方を説明していくので、髪型編集を選択して髪型を作っていきます。髪型編集の中で手書きガイドを追加というところを押すと、このようなネットのようなものが出てきます。これが手書きガイドといって髪型のベースになっていくものです。この、ネットのようなフレームに沿って髪を描いていって、このガイドを調整していくことで頭からどのくらい離すかなど簡単に髪型を作ることができます。まずは、右のマテリアルというところから色を選んで、基本色、影色、ハイライトなど好みの色に設定していきます。右側にあるヘアパラメータの中から形状を選ぶと、パッツンやイカ、ふんわりなど髪のいろんな形が選べるので、ここで好きな形状を選んでおくと髪の毛が描きやすくなると思います。左上のペンツールというところを選んで、ペンで髪を描いていきます。今回は月のみとちゃんの前髪がパッツン気味なところがあるので、まずそこから作っていこうと思って形状はパッツンを選択しています。ここはフリーハンドなのでどうしてもずれてしまいますけど、制御点ツールというものがあるので、この制御点ツールのドットを動かして調整していくことができます。なので最初の線はすごく綺麗に描けなくても大丈夫なので、マウスを使って描きにくいなと思う方でもざっくりと描いてしまって大丈夫です。1本目の紙が描けたら2本目の紙を追加していきます。同じようにブラシツールで描いて、そして、描いた後に太さを調整したいときは、右側のヘアパラメーターというところから選択ツールでその紙を選んだ後に太さを調整することができます。描く前にペンツールのところで太さを調整しても同じように太さを細くしたり太くしたり変えることができるので、それはお好み使い分けるといいと思います。今度はパッツンじゃなく流れるような髪の毛を描きたかったので、ふんわりという形状を選んで同じように髪を描いていきます。同じような髪型を複数描くときには、コピーしたい髪型を右クリックするとコピーという選択肢が出てくるので、そこを押して、それからペーストというところを押すとコピー&ペーストができます。そして右側にあるヘアパラメータのところの位置で縦や横を、スライダーで動かしていくと自分の好きな位置に動かすことができるので、そのようにして髪を増やしていくと効率的に少ない時間で髪が描いていけると思います。この調子でどんどん手で描いたりコピー&ペーストで複製して位置をずらしたりなど調整を繰り返しながら髪を増やしていきます。
髪の形状を細かく変えたいときには、右側のグラフの点を動かすと、その太さを細かく変えることができます。この点の個数も増やすことができますし、位置も変えることができるので、根元から毛先までどこをどのような太さにしたいかというのを変えることができるので、ここで調整をしてみてください。月のミトちゃんはサイドの毛が前下がりになっているので、ここを表現したくて角度や太さをかなり微調整して作っていきました。次は後ろの毛を作っていきます。後ろの髪の毛は前髪とは別に手書きガイドをさらに追加します。そしてそのガイドを伸ばしたい髪の毛の長さより少し長くなるように下に伸ばしていきます。そして大体の形、ふんわりとしたストレートの髪の毛の形になるようにガイドを調整しておきます。前髪と同じようにガイドが調整できたら、手書きで髪の毛を増やしていきます。その時髪の毛の長さが長くなると制御点がとても多くなってガタガタしてしまうので、髪の毛を選択して右クリックをするとスムージングという項目があるので、スムージングをクリックします。そうすると制御点が少なくなって髪の毛がまっすぐに近くなって扱いやすくなると思います。あとは前髪と同じようにコピー&ペーストをしたり制御点を使って綺麗な髪の毛になるようにどんどん増やしていきます。全体がざっくり作れたら、それぞれの手書きグループや手書きガイドを見つつ微調整をして全体が整うように調整していきます。次に三つ編み部分を作っていきます。ふんわりという形状で細めのブラシでガイドをその部分だけ作って、少し崩れた8の字になるような感じで描いていくと綺麗な三つ編みに見えるので、お好みで太さや間隔を調整しながら2本の髪の毛が交差していくようにって言ってみてください。どんな風にしたらいいかわからないという方はぜひこの動画を参考に真似しつつやってみてください。そして片側ができたらコピー&ペーストした紙をもう一度右クリックすると反転というメニューが出てくるので、反転させて反対側も全く同じ髪の毛を増やすことができます。左右同じ髪型を作る場合は反転という機能はとても便利なので、よかったら使ってみてください。三つ編み部分ができたら、三つ編みの下に来るストレートの長い髪の毛の部分も調整します。三つ編みのガイドと下の部分のガイドとそれぞれを調整していいバランスになるように整えていきます。三つ編みの結び目の下の部分の髪の毛を作っていきます。これもガイドを分けていた方が後で微調整が効くので、ガイドを分けて、結び目からふっくらとするような形になるようにガイドを整えてからブラシで描いていきます。他の髪と同じように描いて制御点で整えておきます。次はリボンを作ります。
リボンも髪の毛と容量は同じなのですが、テクスチャパラメーターの中にある横幅というところを太めにするとつるっとした質感のテクスチャーに見えるようになります。なのでリボンを作るときは髪のテクスチャーと少し変えてみたかったので、横幅というところを太めにして作ってみました。髪と同じように描いてから左右反転で増やしていきます。そして真ん中の結び目は縦と下がすぼまった方が自然に見えたので、ふんわりという形状にしています。リボンのタレの部分はまた角度を変えるかもしれないと思ったので、新しく手書きガイドを作ってから分けて描きました。ここもリボンと同じようにパッツンという形状で作っています。リボンがだいたい出来上がったら全体のバランスを見ながら調整していきます。最後にヘアピンを作ります。ピンもリボンと同じ要領で質感を横幅というところのパラメーターを変えてちょっとつるっとした感じにしてみたり、形状を変えて金属っぽい感じにしてみたりしています。この場合は裏なし三角形という形状を使っています。最後に髪色や髪の形、手書きガイドなど気になる箇所を微調整していきます。そして一番最後にやりたいのがハイライトの調整です。ハイライトは髪の光がどこから当たっているか、どの辺に当たっているかというところを調整するものです。このハイライトの位置によってアバターの髪型の印象が大きく変わるので、アバターがどうしてもイメージしていた通りに作れないなと思う時にはこのハイライトを調節してみるといいかもしれません。髪の毛も前髪と後ろ髪と後ろのリボンの下の部分と分けて作っているので、それぞれの部分の光の当たり方に統一感が出るように意識しつつハイライトの位置を調整しました。完成した月のミトちゃんがこちらです。参考画像を見ながら作ったのですが、結構似せれたかなと思っています。衣装がデフォルトだったり、髪の毛のテクスチャーというものをいじったりなどしてもう少し似せることができると思うので、それはおいおい動画でご紹介していけたらなと思います。よかったら皆さんもこんな風に簡単にアバターを作ることができるので、試してみたいという方、この動画を参考にしつつ作ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。またねー。